し明かりさえ眩しいねこんな日はああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそうそばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのかだんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにねワンカタ試験最強味噌の味の調合もよし、焼き具合も申し分ない。鯛の釜の塩焼き。焼き物が2つ続く上に縁側も釜も脂っこい部分だ。献立の組み立て方のいろはも知らぬ者が私の店の調理場にいようとは。皮がこんなに柔らかいとは。やりおるは最初に軽く焼いてから蒸して脂っこさを抜き、それをもう一度炙って香ばしさを出しているのか。釜をこれだけ上品に仕上げるとは生意気なやつだ。わざと焼き物を続けて私に肩透かしを食わせおったか。椀をお持ちしました。これはこの私に随分粗末なものを出すではないか。は鯛の中骨を炙って香りを立て、その上に出汁を張る。塩味は感じるか感じないかギリギリのところだ。中骨の周りの肉は徹底的に削り取ってあるので、骨髄から出る旨味だけを純粋に味わうことができる。ヒラメの縁側、鯛の釜、そして鯛の中骨、すべて魚のアラではないか。魚のアラだけを使ってこれだけ食わせられるとは。分かったぞ。今日の昼食を整えたのは良三だな。はお察しの通りにございます。良三のやつめ、こしゃくなことを。中が良三をワンカタに据えようと思うがどうだ。良三をワンカタに。そらもう確かに良三はなかなかやりますが、まだ20歳そこそこの若さですよ。料理人に年や経験など関係あるまい。思い切って抜擢してみる価値はあろう。はい。この私にワンカタをですって。そのようにとの先生の仰せだ。良三光栄に思えよ。ワンはいわば日本料理の花だ。例えばハモと松茸のワン、鯛そうめんとしいたけのワン、エビの真珠のワン。料理人の官能と美意識と技術の全てを動員してかかる一番重要なところだ。そのワンの責任を取るのがワンカタだ。光栄ではあるがその責任は重大だぞ。私にそんな重責が。ただしその前に先生自ら試験をなさるそうだ。先生が私を。良三頑張るんだぞ。はい。
碗が2つ。そうだ。この2つの碗のうちどちらをお前はうまいと思うか、理由もつけて答えてみろ。はい。身は何も入っていない。そうだ、汁だけだ。さあ味わってみろ。はい。こちらの方が美味しゅうございます。で理由は？はい、どちらも同じくしじみのすまし汁ですが、武蔵野湾の方はやや泥臭いように思われます。一方この日月湾の方は泥臭さがなく、しじみの旨味がすっきりと出ているように思われます。第一の関門は合格したな。ありがとうございます。では次の試験だ。はい。良三君がワンカタの試験を？ええ、昨日偶然お兄さんの岡星さんにお会いした時にそんなことを。でどんな試験だって？それが良三さんどうしても自分の力だけでやるって言って教えてくれないそうなんです。バカ者は作り直してこい。はい。どうだい岡星さん、その後良三君から連絡は？いえ、私も待っているんですが。ああ、まだなのかな。気負いすぎて失敗しなければいいんですが。岡星さんの弟さんですもの、大丈夫ですよ。どうしたんですか？何か？あ、良三君。え、良三？良三さん？どうしたんだい良三君。どうだった良三、試験は？兄さん、僕はもうダメです。2種類のしじみのすまし汁で試験ね。そのうちうまかった方と同じものを作れと言われたんです。けどその違いが分かったんなら問題はなかったんじゃないの？はい、それが。バカ者！良三、これが昨日の吸い物と同じ味だというのか？まるで泥臭く洗練されとらん風味、しじみ本来の地味など全く出ていないではないか。はい。もう一日やる。作り直してこい。なんとか先生にもう一日猶予をいただき、そして今度こそはと築地まで行き貝を一個一個吟味してみたんです。おいおい、そんなに粘んなよ。うちのしじみは霞ヶ浦の上物だぜ。はい、分かってます。けれどできたものは。良三、まだわからんのか、たわけもんが。へえ、こんなバカ者を買いかぶっていたとは。わし自身に腹が立つわ。貴様は以後一切調理場に立つな。掃除と皿洗いしか許さん。先生、お待ちください。それが嫌なら出てくがいい。ワンカタになるのって大変なんですね。それはそうです。しかも美食クラブのワンカタといったら日本中で一目置かれます。大変な名誉なんです。やはり良三には無理だったのでしょうか。でもどうしてしじみのすまし汁なんかで試験を？さあ、しじみを選んだところに貝原先生の深い考えがあるんでしょうけど。深い考えなんてありゃしない。あの男は弱い者をいじめて喜んでるだけなんだ。そんな。よし、良三君、我々にそのしじみ汁を作ってくれないか。貝原雄山がどうして怒ったのか味わってみなきゃわからないからね。山岡さん、いずれにしても今夜は無理です。今日しじみは入れておかなかったので。じゃあ明日は？よろしいんですか？それじゃ良三、お願いしなさい。
なんという込み方だ。はい。あれを。あ、良三さん、あ、栗田さん、山岡さん。シロ。例の買い出しかい？ねえ、築地に買いに行ってきたんです。いいしじみはあった？ねえ、でもしじみは前の2回も最高のものを求めたんです。それなのにどうしても思った通りの味が出ないんです。素材的にはできることはみんなやってみました。あとは特別な調味料を入れたのか、特別な料理法があるのか、僕にはもうそうとしか考えられないんです。まあとにかく作ってみろよ。昆布も酒も水も塩も吟味しました。お水まどうぞお試しください。で。なんだか怖いみたい。よし、とにかく味わってみよう。これでは試験に合格しない。どうしてそんなことがまだ味わっていないのに。僕の作ったしじみのすまし汁はどこがいけないんでしょうか。第一、まだ口もつけないうちに何がわかるんですか？松江の宍道湖へ行こ松江って島根県の？宍道湖ですって。なぜそんなところまで？う。宍道湖はしじみの本場なんだ。そこへ行けば良三君のしじみ汁がどうしてダメなのかわかるよ。今ここでじゃわからないんですか？わざわざ島根県まで行かなくても。行きます。行きます。どこへでも。僕のすまし汁のいけないところがわかるのならどこへでも。良三。よし、その意気だ。どうして宍道湖に行けばすまし汁の秘密がわかるのかしら。ごめんください。どうも突然押しかけまして。いやいや、井原です。遠いところご苦労様でした。新聞社の方ですね。話は伺っております。井原さんは漁業組合の組合長なんだ。はじめまして。よろしくお願いします。では行きましょう。どうぞ。はい。へえ、裏庭から桟橋に出られるんですか？えご自宅の庭から直接漁に出られるとは贅沢ですね。本当は朝の7時から9時までの2時間しかしじみを取っちゃいけないんだが、今日は新聞社の取材だからね、特別ということで。さあみんな乗って。はい。この鉄の爪で湖の底をかいてしじみを取るんだよ。へえ。湖底は大して深くない。ここで3メートルぐらいかな。このまま船を走らせてかくのは
エンジンの力を借りるから機械書き。こんな風に船を止めて人力で書くのは手書きというんだ。手書きだと時間はかかるんだが、しじみが傷まないので高い値で売れるんだ。これは力がいりますね。すごい。たった一度でこんなに。宍道湖では1日に取っていいのは1人80キロと決められているからね。約80人いる組合員が毎日取り続けてもしじみはなくならないんだよ。しかもその上に稚貝を関東の霞ヶ浦とか利根川あたりにも出しているんだよ。ここから送られてるんですか。宍道湖って豊かなところなんですね。さて場所を変えよう。しょっと。あれ、今度のは色が黄色っぽいですね。これはさっきの黒いシジミと種類が違うんですか。いや、どちらも同じ大和シジミだよ。同じシジミなのにどうしてこんなに色が違うんですか。良三君、そこに君のしじみのすまし汁が雄山にダメだと言われた原因があるんだよ。ね、この色に。同じ大和シジミでもこの湖じゃ取る場所によって色が違ってしまうんだよ。なぜかっていうと、この宍道湖の湖底には泥の場所と砂地の場所があってね。黒いのは泥に住んでいるシジミ、そして黄色っぽいのは砂地に住んでいるシジミだよ。泥と砂地。あ、そうか。泥の中に住んでいるシジミは当然砂地にいるシジミより泥臭いってわけだ。さあ、そして関西では黄色い方が喜ばれて、関東では黒い方が喜ばれる。これは関東と関西の好みの差としか言いようがないですな。そう。そして黒い貝の場合、味噌汁ぐらいならともかくすまし汁にするとその泥臭さがどうしても鼻についてしまう。つまりは良三君も感じたように味もすっきり仕上がらないわけだ。そうだったんだ。貝原先生が最初に味見をさせたすまし汁は関西風にこの黄色いシジミを使っておられたんだ。先生はいつも料理は材料の吟味が第一とおっしゃられていた。一見簡単に見えるシジミのすまし汁でも材料のシジミの選び方一つで味が違うことに僕が気づくことを期待しておられたんだ。なのに僕は。仕方ないさ。関東じゃ市場にだって黒いシジミしかないんだから。こんな嫌味な試験をする雄山が悪いんだ。しかしあんたたちそんなふうなことを言ってるが、一時はその黒いシジミさえ食べられなくなるところだったんだよ。どうしてですか。この宍道湖はその東側にある中海という湖で海とつながっている。だから淡水と海水の混じった汽水湖と呼ばれる湖なんだが、この中海を干拓して同時に宍道湖を淡水化し、農業用水として利用しようという計画があったんだ。淡水化するとシジミは取れなくなるんじゃ。その通り。そして宍道湖の大和シジミが全滅すると、他の土地でも稚貝がなくなるから、全国の 80% のシジミがなくなってしまうんだ。80% も。そう。しかし日本中で米が余ってる現在では、この計画自体何の意味もないことが分かって凍結されたのさ。もしこの計画が実行されていたら、失うのはシジミだけじゃない。宍道湖では湿珍とか言われるように、ウナギ、スズキ、コイ、シラウオ、モロゲエビ、アマサギなんかも美味しいんだ。けどそれもこの湖の汽水湖という特別な自然環境があってのことだ。そんな多くのものを失うところだったんですね。
計画にかけたお金は膨大だったが、お金のことなら何度でも取り返しはつく。しかし一度破壊された自然は二度とは戻ってこないんだ。ここ宍道湖では運よく計画を凍結できた。だがこのように自然が失われてしまうことはいろんなところで起こってるんだ。これで試験のいけないところは分かったんだから、もう安心ですね。ダメです。ん？今さら貝原先生の元へなんて戻れません。良三さん、調理場の掃除でもしていろと言われたのに、美食クラブを飛び出してきてしまったんですから。なんとかならないんですか、山岡さん。雄山のところになんて戻んなくてもいいんじゃないかそんな。って言いたいけど、手がないわけじゃない。本当？ああ、宍道湖や自然を守ることに比べりゃわけないことさ。はあ？今日はちょっと変わった思考のものを召し上がっていただきます。これはもち米の上にしじみを乗せて酒醤油だしを振りかけ蒸し上げた。味加減も蒸し加減も申し分なし。第一このしじみはそうか、良三が帰ってきたか。先生。中川、良三をワンカタにつける。はっ。時間はかかったが試験に合格した以上ワンカタに据えてやらねばなるまい。ありがとうございます。良三。知り合いのボクサー沢谷選手が世界チャンピオンに挑戦します。沢谷選手が勝ったら荒川さんは田畑さんにプロポーズすることになってるの。なのに沢谷選手
減量の苦しさにすっかり元気をなくしてるんです。山岡さん、美味しくてしかも太らない料理を考えてあげて。食べても太らないフルコースがあるよ。次回、究極のアニメドラマ「おいしんぼボクサーの苦しみ」、お楽しみに。